花を買い酒を持ち、船の上からリーウェの景色を堪能しようとしたが、共に過ごした旧友はもういない。あの古き友との再会はいつ叶うだろうか。皆さんこんにちは。お酒は大好きだけどお酒がめっちゃ弱い旅人です。では試食していきましょう。まずこちらが今回の主役、桂花珍酒です。金木犀のお酒ですね。勝利先生の大好物です。でこちらが金木犀のお酒のベースとなるお酒です。おつまみの方もたっぷり用意してきました。こちらがピーナッツ、揚げシューマイ、レバー、ごま団子です。金木犀のお酒は稲妻であまり見られないものなんですね。僕も今回初めて飲むんで、いや本当に楽しみでした。こちらのベースとなったお酒なんですけど、このお酒によって金木犀のお酒の方の味もだいぶ変わってきます。で今回は両方のお酒を飲み比べしようと思います。まずはベースのお酒の方からいきます。金木犀のお酒もたっぷり入れておきます。うわー贅沢だな。ではちょっと嗅いでみます。いい匂い。うわ、アルコール度数が40度ぐらいだから結構ガツンときます。だけど結構美味しい。なんかお酒だけ飲むのもきついんでちょっと食べます。で結構リーウェのお酒って脂っこいものと合うと思います。では金木犀のお酒を試していきます。香りが全然違う。なんかすごく甘い香りですね。見てください。色も全然違いますよね。めっちゃいい香りします。もう本当にいい匂いなんですね。これが金木犀の匂いか。甘くて美味しい。揚げシューマイとも絶対合いますね。こう食べながら飲むの最高ですね。お酒好きにはたまらないでしょうね。いやー、このお酒本当に美味しかったな。皆さん、勝利先生がこのお酒が好む理由分かりました。甘くて美味しいです。ではちょっと注意喚起になるんですけど、未成年の旅人さんはお酒を飲まないでください。すいません、森さん、店まだ閉めないでくださいね。もうちょっと飲んでいきます。では勝利先生に乾杯。